台湾に旅行した時にもらうレシート。このレシート捨てていませんか？実は宝くじになっているんです。大きいの賞金としては4300万円。4300万円。大家好、今日は台湾のレシート文化についてお伝えしたいと思います。台湾に行った時にすごい数字が書かれてたんですけど、ジョエルさんあれ何ですか？あれはね、統一發票というものなんですよ。それで統一發票の方がもうちょっとなんかレシートの宝くじのものでできますよ。宝くじですか？そうなんです。宝くじなんですよ。台湾の、財務省から発行したの、統一の番号なんですよ。で、レシートの方がすべて台湾の財務省の方がそれでオンラインで連結しました。で、じゃあ誰が何を買ったかみたいな。そうです。それで売上とかもうこの店の売上が1日はどのくらいか売上があります。それで税金がどのくらいかかります。それとやっぱり全部もう一目瞭然で分かりましたんですよ。それでそういうシステムのなんか一番大事の方はやっぱりお店になんかそういうリシートが取らないと店の方が細かくできますじゃない。なるほど。でしょ。そうですね。本当の売上と財務省に申請するの売上がちょっとギャップがあるじゃない、たまたま。そういうあるのをやっぱり放置するためで、だからやっぱりいちいちそれリシートやっぱり必要ですから。ただしそれリシートが必要ならばお客様からそれでやっぱりリシートを取らないといけないじゃない。そうですね。お客さんが受け取らないといけないってことですね。そうですね、お客さんが受け取らないといけませんので、だからお客さんにどういう感じでどういうシステムやっぱりちゃんとそういうリシート受け取りますかと、やっぱり財務省の官僚が考えして、じゃあ2ヶ月1回で宝くじでしましょう、そういう決定があるんですよ。で、大きいの賞金としては大体はね、日本円で4300万円。4300万円。そう、台湾ドルは1000万円だからね。一等ですかね。一等賞の方が。そう、それでだからたまたまニュースがあるんですよ。ある人がコンビニで1本の飲み物、大体はね、日本円でだから120円くらいでしょ。120円の飲み物と買って1000万円台湾ドル、それで取った、それで一等賞でもらえましたということも結構あるんですよ。なるほど。ただし飲食店の方はリシート発行すると発行しないという店が分けますなんですよ。だからもししないのお店の方が、うちの店が、統一発表しませんという張り紙の方がありますなんですよ。なるほど。それを見てじゃあお店を選ぶというケースもあるわけですね。あります。だからこれが一番大事ですよ。例えば私の場合はガソリンスタンドの方行くんじゃない。ガソリンスタンドの方がもうやっぱり吉村さんのやり方の方は多分じゃあレギュラー満タンという話があったじゃない。はい、そうですね。私はねレギュラー満タンしません。レギュラー500リットルお願いします。はい。使い終わったらまた1回でちょっと500くらい、もうそれでまたガソリンが欲しいという話があって、もし満タンならレシートの方は1枚1枚じゃない。なるほど。レシートをもらう回数を増やしてるわけですね。そうです。だからこれがもう私のやり方です。だから車の方はもう絶対満タンしません。実際にジョエルさん当たったことあるんですか？もちろんありますよ。今はね、だいたい2ヶ月が1回で最低限が台湾ドルで300元。300元って今日本円とリットとしてはだいたい1200円ぐらい。1200円ぐらいが当たったということ。そう、2ヶ月はね1回。でも一番多いの方が、私人生の方は一番多いの方が、台湾ドル2000円。じゃあ1万円ぐらいですね、日本円で。そうなんです。そういう場合があります。なるほど。これって外国人
も参加できるんですか？もちろんよ。外国人とか旅行者の人がもうやっぱり同じで、そういうレシートがもらえればもう参加できます。ただし一つが問題があるんですよ。外国人当たるの時はだいたい 40% のなんかそういう税金取らないといけませんので。じゃあ税金として 40% を持ってかれるってことですね。そうです。だから吉村さんはレシートが当たったら私に渡せればいいと思います。それで私からお金が払ってでそういう私の方がもう台湾の国民としては税金取らないから。そういうことなんですね。そうなんです。だからそういうやり方、それが一つ。もう一つはそのままそのレシート、当たるのレシートコンビニで物を買うものやっぱりチェンジできますので。そうやってコンビニで支払うとかできるわけですね。できます。ただそれが200円のなんかそうやってレシートの方がそういうことできますなんですけど、でも高いの方はできません。200円ってなると、1000円ぐらいか。1000円ぐらいの方ができます。結構当たるんですか？私の場合は大体はね今、2ヶ月1回で抽選しますよね。大体はね私の場合は年に大体はね4回5回くらいかな。合ってる。そうなるほど。そういう感じなんですよ。それで今はね面白いの方がアプリもありますなんですよ。この感じのアプリが見えます？見えます。はい、それでそのアプリがもうありますなんですよ。買い物の時はねそういうアプリダウンロードするならばこっちはね QR 要するに、バーコードありますじゃない。バーコードをそのままスキャナしてそれでレシートいらない。それでもう全て登録しました。受け取った電子上で受け取ったっていう風にできるわけですね。そうなんです。だからこれはすごく便利と思いますよ。ちなみにアプリを使ってもらうために携帯のアプリ登録者にしか当選しない額も設けて推進しているんだそうです。紙のレシートよりも高い金額が当たります。ジョエルさんはなんとアプリで1000台湾ドルが当たりました。すごい。今私買い物のなんかやっぱりそういう全部入れますなんですよ。なるほど。じゃあいくら買ったか家計簿みたいにもなりますね。そうなんです。それから本当に便利と思います。だから逆にこういう今はねこれがデータベースの方がとても大事なんですよ。だから私の個人的の生活のルートよくわかるじゃん。そうですね。だから何か買えるとか何かもやってますがいつかどの店がどのものが買うということはよくわかりますじゃない。確かに日本の楽天さんとか三菱商事さん今はもう台湾と連結してそのデータが買って分析するマーケティング用のそういう資料がもう作りたいという話がもう最近が進みますなんですよ。そうですよね。だって登録するときに例えば、年収とか企業の、会社員だけどどういう会社員かまで入れれば行動範囲が全て分かっちゃいますよね。データとしてどういうものを好むかとか、そういったマーケティング手法にも使えますね。そうなんです。台湾国内でしか換金はできないんですか？そうですね。それは台湾国内でしか換金できません。旅行するときは台湾のレシートはねちゃんと保存してで台湾の財務省の方が毎月はね大概どういう番号が当たるとか分かりますなんですよ。だからその時がやっぱりちょっと見てみてもし当たったら例えば台湾のいるの友達頼むとかそれも一つがもし例えば伊藤賞になるならば 40% くらいのやっぱりちょっと税金払えばもっとたくさんお金もらうでも可能性があります。ただし台湾に戻らないとなんかそういう換金できません。それが唯一の条件ですから。なるほど。4300万円当たれば台湾に私も戻りますけれどもね。そうですね。だからそれがもう絶対台湾旅行時はねこれもやっぱりちゃんと保存して方がいいと思います。もう捨てちゃいました。もうだから今最近はね台湾結構伊藤賞はね合ってるの人はね出ないということが結構あるんですよ。じゃあ外国人観光客の可能性があるってことですね。
かもしれないと思います。だから台湾人の方がみんなはね、携帯になんか絶対そういうアプリがダウンロードしましたので、だから台湾人が絶対なんかそういうなんか換金しないという人はいないと思います。だからいないだけど、なぜなんか今またそんなたくさん人いるんですかと、多分外国人でなんか買ってなんかそうやってリストが捨てちゃったから。結局これがなくなったということ。台湾に旅行するときのリシートはね、ちゃんと保存する方がいいと思います。もしかしたら4300万円が当たるかもしれないと。そうなんですよ。だからもうお金はやっぱり4300万円くらいのなんかそういうお金当たらないでも、最低限も1000円がありますじゃない。そうですね。お金が大事ですよ。そうですね。でも大体こうやって欲しいって言ってる人は当たらないっていう日本ではよく言われるんですけど、こうやってせこいことをして何回も回数重ねてレシートをもらうような人は大体宝くじに当たらないって日本の文化ではよく言われますよ。はい。日本で言うと年賀はがきってわかりますか？ちょっと似てる。そうですね。1月1日のお正月の時に日本人がお世話になった方とかにはがきを出す文化があるんですけども、そこの下に番号があって、だいたい年賀はがきの番号を合わせてですね、当たってるかなっていう感じなんですけど、4300万円が当たるということはないので、なかなか太っ腹な企画だなというふうに私は思いました。台湾の。そうですね。これ方が面白いと思いますよ。だから台湾人はね、絶対そういうことはね、一番大事だから。もし台湾に旅行に行かれた際はレシートを集めてぜひチェックしてみてください。そういうことなんですよ。もし今さっき話した統一發票のアプリもありますので、統一發票のアプリそのままダウンロードするならば、それでアプリもなんかやっぱり日本で持ち帰りますので、それ方がやりやすいと思います。リンクを載せときます。皆さんチェックしてみてください。お願いします。私は熊本と台湾のニュース発信しますので、皆さんチャンネル登録してね。我现在会跟大家讲有关熊本跟台湾的一些事情哦，记得登录这个我们的小铃铛哦。